キラノデジョンです。今回ね、ナビ VS ザ・レジェンズというクランですね。過去にも対戦してたクランで、確か韓国のクランだった気がします。早速やっていきたいと思います。先行対戦相手の方からクローン3枚型のドラゴン編成ですね。まあ結構流行ってますよね、クローン。あ、ジャイアントアローじゃない。ジャイアントアロー型のクローンバルーンっていうのがね、結構流行ってるやり方の一つなんですが、ヒーラー生み出しのフローズンアロー。この配置結構使ってるんですけど、6時9時っていうところが、クイーン動かすだけでだいぶ削れて、対地クロスの竹は入っちゃうんだけど、ヒーラー1枚で、ヒーラー3枚か。ヒーラー人形で賄えちゃうみたいなところ。細かいところ言うと、ホーミングチェックのバルーンぐらいは、なんか出してあげてもいいのかなって個人的には思います。さあ、クローン3枚真ん中ドッカンドッカンいきますが、トルネードもね、あってここ、処理はできず、援軍もネクロ出てきてますね。ドラ対策ではネクロ結構強い援軍なんですけど、早くスケルトンめ。スケに反応しろ。スケに反応しろ。ネクロから撃っていく優秀なドラゴン。さあ、反対サイドに連れて行かれました。対空砲で折れて。まだキングとロイちゃん残してる状況ですかね。援軍の方はネクロ採用したので、アイゴレとか出てこないって感じ。ロイちゃんここ、ドラゴンライダーと一緒に動かしてて、キングの方は12時のところから使っていきます。なるほどって感じ。対地クロスのターゲット、長弾大砲とかこの辺をね、キングで拾いたかったんじゃないかなっていうのが狙いだと思います。ロイちゃんはできるだけ内側へ、ドラゴンと一緒に進ませていく。クローン3枚も使ってるので、呪文の枚数が結構少ないんですよね。ストライカー持ってきてればやや強いシーンではありましたが、ここキングの方フリーズかけたので、この隙に能力使ってキングから避けたい感じだったけど、ターゲット入っていく。フロークみたいな使い方にしましたかね。はい、能力活動を。裏の方もバーバリアンとかで、ターゲット軽く拾って、削りも入れて、ロイちゃんのみで突破をしていくと。ナイス展開ですね。クイーンが知らないっすね。この6時外周っていうところで、対地クロスのケアはもうドラゴンでへし折るっていうケアで。さあ、各ドラゴン編成的には、ジャイアントアローのオーバーグロー型です。安い狙うことが多いんで、対空砲、なるほど。両サイドカットのやつできたか。このパターンも最近多いですね。ルートライダーでもこのやり方をしてサイドカットみたいなやり方結構あったりするんですけど。いいトムギリギリですけど、クイーンがね、クイーンオデンゾが戦ってるところのドラゴンもトム入ったのめっちゃいいっすね、今の。で、クイーンの方はウォールブレイカー。援軍の方はここもネクロが採用されていって、ちょっと嫌なリクスケですね。で、6時から10日弊社で、これはクイーンのサポートも入りそうですね。で、対地クロスの方はドラゴンでへし折るというさっきと同じ。一応クイーンも射程的には撃てるみたいなところなのでね。で、タウンホールの方はここオーバーグローで消していきます。で、裏からスーパーバーバリアン使って、ユニットで施設を削ってロイちゃんのルートを定めていく。で、残ったところには回収を入れて、フリーズまだ4発あります、こっから。かなり余裕の展開ですね。むしろそろそろオーバーグロー解けてほしい。金庫の方に戻っていくんですけど、フリーズ、レイジと。金庫がターゲット遠いんでね、この辺むしろ残ってくれないとターゲット取りが難しかったですね、今の。能力発動で、いろいろね、呪文全部置き切ってるので、このまま回収入れての全開です。今更ですけど、ハードモードの表示がないですね。はい。ガイドラにスパーチャ入ってるね。狙えるところはタウンホールの起動かこれは。いい。そうだよね。タウンホール起動だね、これ。タウンホール起動というか、インビジブルタワーの起動だね。タウンホールを媒介にして起動っていう意味です。で、反対サイドは、キングを出している。で、タウンホールの方は、これ、スーパーアーチャーで解除できてる。ポイズンと打ち間違えたかな、レイジ。ちょっと、呪文のミスりましたね。で、中央レイジライドラ。しっかりチェイン入っていきます。シングルにフリーズ一発打ちたいかな。見捨てる。もはやみたいな。これはちょっとキングも流れるので、このシングはなんか、おもろいの入ってた。そんな、おもろい処理の仕方してきたな。
クエイクブーツプラスのサッカーボールで折れました、今の。ライトニングチェインが入ってたのかな。ライドラのチェーンが入ってたのかな、今のは。すごいね。こういう時ちょっと巻き戻しも欲しいんだけど、キラクラには巻き戻し機能がないんでね。リプレイの再現なんでね、これは。いやー、すごいな、それ。ウェイクか。ウェイクサッカーボール。なるほど。まあ、このバーバリアンはね、裏から刺したところで死ぬだけなんで、まあ、壁割り促進用に一緒に使ってあげるのがベストなんじゃないかなって気がする。うん、ナイス。おでんが追って終了です。いや、今のクエイクサッカーおもろいね。さあ、カーズマくん、これファイヤーボールですね。ファイヤーボール編成で、ロケバル。まあ、定番になりましたね。ファイヤーボールロケバル。どこに打つかって感じだけど、ポイズンはあるので、クランジョ付近ではない。まあ、イーグル付近か、まあ、タウンホール絡めるのか頑張って、もうね、モノリスのところとか、ね、大工とか打つか、まあ、投石打つか、みたいな感じだと思うけど、考えやすいのは、下の方だけど。キングベビー。これ外周の施設削りに行ってる感があるんで。おー、なるほど、そこか。あ、いいっすね。もうこれクエイクから絶対先打ちした方がいいんだよな、もう。余裕あるからね、クエイクから打った方がいいっすね。まあ、一応大工がね、かかってないエリアではあるんだけど、もう大工に直されて失敗っていうのを結構見てきたんで、もう、絶対このやり方の方がいい。で、ここの方は、クイーンウォーデンで進めていくんですけど、ちょっと内が入っちゃったね。ボールブレーカーもないので、戻るまでにちょっと時間を要します。トルネードも入ってヒーラーの方も打たれていく。ちょっと嫌だね、これは。とりあえず下側はロケバルと、まあ、突撃艦も入れて内側を削っていきましたね。でフリーズを使って延命。まあ、ここら辺はもう延命し続けるしかないけど。ヒーラーもね、減っちゃってるんでね。いいね、ロケバルで。団体砲も狙っていきます。まあ、空飛ぶユニットがやっぱこの辺強いね。フリーズ使って上側の方もロケバルで回収を入れていく。うん。強い。もう一回フリーズ。ここのフリーズもいいフリーズですね。いろんなものを守るいいフリーズを打ち続けていきます。さあ、ロケバルも内側。惜しい。走っていきますが、あとはガーゴイルがターゲットを取ってくれる。うん。強いね。インビジブル。ナイス旋回。ファイヤーボールも本当に環境に入りましたね。ファイヤーボールはね、もうそれ一つで戦術になるのが強いわ。影響力だけで言えば、ジャイアントガントレットよりもね、圧倒的だからね。まあ、天才とかと同じくくりに入るからね。まあ、その分ちょっとその後のユニットとかね、窮屈にはなっちゃうんだけどね。やっぱオーデンのトームがないっていうのは圧倒的に戦術の幅を狭まる。トームがあるかどうかっていうのもかなり大きいんで。まあ、オーデンの能力がいかに戦術に幅を利かせてるかっていうか、影響があるかって話ですよね。本当にで、クローンドラゴン。これも本当に流行りの戦術一つですが、フリーズかけずにここはもう中央突破させに行きました。ここでフリーズをかけていく。そしては逆。ストライカーは一応あるけど、しっかり外側来てから追加。で、キングの方は12時から外周歩かせてドラゴン内側に進めたいイメージですかね。こいつがやっぱね、だるいんでね。ラバ採用でここは出てきて、テスラもあるので、イーグルがなかなか折れない展開になりそうですね。下側は穴開けも使っていきます。フローズンアローとヒーラー人形と。ジャイアントアロー型ではなかったんで、ここ。で、ロイヤルチャンピオン登場。レイチ。リーズ。
レイジになったホグで投石まで降り切り。いや、ナイス。ギリギリですが、しっかり取っていきます。さあ、クラウスもこれは、ファイボですね。クローン、なるほど。ファイボですよね。ジャンプもあるので。どこですかね。まあ、タウンホールのね、インビジブルターンのところとかは狙っていきたい感はあるけど。まあ、そうっすよね。ドカーン、クイ。うん。しっかりへし取って、ロケバル使って、まず、削りを入れていく。うん。で、ウォーデンが生きたと。ロケバルがフォーミングチェックになってくれている。キングクイーン、ここはウォールブレーカー入れて、まあ、ジャンプで中央入れていくって感じですかね。突撃艦クローンは、ただ反対サイドのケアに使うのかな。タウンホールにロイヤルチャンピオン、ここは、ロケットスピアで残ったところを回収。さあ、出てきてしまったリクスケルトン。範囲ダメージでロイちゃん処理を行います。ロイちゃんはもう本当にタウンホール確保用ですよね。で、ロケバル使って、そうだよね、キングだけじゃ落とせなかった中央部分のケアをしていく。レイジからのイエティ使って反対サイドまでいいですね。このクローンいいね、うまいね。で、ロケバル裏から。ロイヤルチャンピオンもまだ生きている。で、イーグルを追って範囲ダメージの負け筋減らして、インビジブルストライカー、しっかりロイちゃん処理。うまい。いや、いいプランだね。堅実性のあるファイボって感じかな。イメージ的には。いい展開。ライドラッシュですね。さっきはライドがされてたかな。まあ、安い反対降りたいかな。ここから行くんだったら。はいはい。外しましたかね。外しましたかね、これはきっと。うん。こんな気がする。これ降りたいよね、反対サイドライドラだと。めちゃめちゃに降りたい、その、安い。さあまあ、そうなんだよね。ここダミー壁があるので、まあ、ルートライダーとかをね、流すみたいな目的のこのダミー壁、ライドラも当然流れます。で、そうなった時にね、このレイジターに乗った内側からのこのエアスイがマジできついので、できれば追っときたいんですよね。そこフリーズ打つんだ。打ったところでこうなるんで、打たないが良かった気がします。打つ時の判断は打った上で仕事ができるかどうかなんですよね。まあ、今のは打った上でライドラの方が仕事できなそうなので見捨てるのが良いかなっていう判断基準。HP が高く数が多かった状況だったら打ってあげるのもありだったかな。そうするとライドラがね、数発、まあ1、2発打って施設を削ることもできたと思うので。イーキングですね、強い。で、ロイヤルチャンピオンの方はフリーズからの、クランジュの方はそうだよね。援軍がもう全部できってるって感じなので。この呪文を、まあ、マルチ IT なんで聞きづらいですが、まあ、マルチアーチャーターのね、竹とかも一応分散はできると。ライドラがね、エアスイーパーかからない状況で打つことができている。キングクイーンの方も合流して。強いね。ここね、エアスイの影響なくこの区画でライドラが打つことができれば、そりゃ強いと。さあ、ライドラフィニッシュで、ライドラも生き残ったんですね。さあ、ジーマ珍しいですね。ジーマが結構残り目の展開です。結構早めに行くのが多い人ですけど、ナビだと。他のクランだと結構終盤攻めるのが多い人だったけど、ナビだと早めの先手でね、攻めるのが多かったですね。さあ、ジャイアントワローでエアスイーパーを追ってスーパードラゴン、ボマー入れてと。第1クロスのケアをね、ボマーでしていくような展開。まあ、早めに出してあげることで、早めに消すと。で、クイーンの方はウォールブレーカー使って穴開けて、内側の方へ
援軍にはポイズン、結構細かいのも入ることも多いので、ポイズンはね、ドラ編成でも結構持っていくのが多いですね。で、中央フリーズ。まあ、ここはどうだろうな。エイジと発動とかを、ここで、そうだね、発動してるから打つのかな。あ、でもジャイアントアローで当ててるのかしら。潰していきました。で、キングが反対サイド対地クロスのところ。まあ、クイーンに入らないようにっていう目的があると思います。これ穴開けしたことで、ストライカー欲しかったね、できれば。多分忘れたと思ってると思います、これ。うわー、ストライカー忘れたって攻めてるとき思ってると思うな。ワンチャンフリーズ視野。うん、そうだね。どうせ打ちそうだし。確か、フリーズ1枚ないと勝てないんじゃなかったかな。意識的な問題で。HP も減ってる。ってる状態だと勝てない気がした。ヒーラー、だと。さあ、その状況でロイちゃん能力使ってあげて、回ってきての全開。ガーサス。やっぱそうやって考えるとストライカー1人でね、フリーズ1枚以上の役割をしてくれるので強いですよね、6枠で。アイゴレは15枠だけどね。ストライカーは6枠でフリーズ1本分。まあ、ポイズンみたいな役割なんだけど。やってることは呪文枠数1枠分ぐらいの仕事をしてくれるので。ストライカーっていうユニットのね、コストパフォーマンスの高さ。まあ、コスパだけでなく、普通にユニットとしての強さみたいなね。優秀。で、ライドラッシュ。ここはトームから入っていきます。で、反対サイド遅れボマー来ました。で、クイーンの方も延命のフリーズ使っていきましたが、穴開けましていく。ちょっとヒーラーがね、この投石にやられていくので、フリーズ使って。クエイクブーツ。スケルトン。なるほど。ヒーラーが入らないようにってことか。でもちょっともう、守る呪文ないから死ぬよ、それ。もう、ヒーラーは守れたけど、クイーンが守れますね。本末転倒ってやつですね。まあ、そうだな。ロイちゃんここ使って、モノリスの前にスケルトンとか置いて、まあ、クイーンもヒーラーも両方守れる展開がベストだったかなと思うんですけど、まあ、ロイちゃんを別のところで使いたいプランがあったからこそ今みたいな判断になっちゃったんじゃないかなと思います。タウンホールの方はなんとか取ることができましたが、まあ、ここね、結構しんどいですね、ここ。さあ、ライトラチェインいいね。気持ちいいチェインが対空砲にも飛んでいく。ただちょっとモノリスが無双中。一発入れてくれるか、ここは。一発入りました。裏もスーパードラゴンが削りは入れてくれてますが、モノリスがひたすらにきついかな、これは。モノリスゲーミングだ。さあ、HP も半分ぐらいあるので、ラストアタックだったんですけど、これは、99% 防衛。ナイス。はい、というわけでね、最後の最後に一つ防衛が取れて、まあ、全開終わって感じの条件ですね。時間勝負もいらなくなったラストアタック。星3天才じゃないな。これファイヤーボールか？ファイヤーボールラバルですね。東海弊社もセット。まあ、ワンチャン突ビズとかも考えられたんですけど、ポイズンが入ってなかったんでね。爆撃をまずは削りに行きます。インビジブル、インビジブル、インビジブルからのファイヤーボール真ん中へ。クエイク揺らしていく。クエイク揺らしていく。ランジョーまで潰していく。強っ。これクランジョー削れんの強いな。昔のね、クランジョー天才とかね、クランジョー陸助で潰すゲインブみたいなのと同じような役割をね、ファイヤーボールができちゃう。で、ウォーデンがレイジジェムで陸のね、スーサイドと合流ができる。さあ、スーパーババリアナイス。内側にこれは誘導ができたけど、しっかり向かってくれるかな？くれない。くれないと言ったら豚。ジャイアントからの10日弊社ロイヤルチャンピオンが42時。まあ、ロイちゃんの処理はね、ここ10日弊社ペッカたちでやってほしいみたいなのかな。
うん。で、かつそこが範囲ダメージも少ないので、ペッカがターゲット取ってくれれば、この辺、後ろのウィザードたちも頑張れるっていうことでね。いいとか一緒ですね。で、ポイズンタワーのタゲは初手のラバルの方で使い捨てで削ってますね。うまい。で、クイーンはクローク持ってますが、ロイちゃん能力でここはインビジブルまで使って延命。マルチまで絶対降りたいですね、ここ。で、裏からアイゴレプラスのスーパーバーバリアン。いやー、結構しんどいな、これ。レイジフリーズでタウンホールまでは一応これバルーンで落とせそう。何もなければ。レイジフリーズ、何もなければと言ったんですが、何かはあった。落とせない。まあ、あるよね、赤爆、タウンホール周り。特にクローンバルーンが多い環境なんで、罠は結構ここにあることが多いと。まあ、トルネードなかっただけ、ダメージ入ってよかったねって感じですね。クイーン、壁割り、フリーズ一発。裏も結構マルチがあって伸びづらい。ここはクロークはどうするかですが、温存の選択。まあ、ギリギリまで貯めてっていうことかな。ターゲットをリクスケに奪われないようにして、壁割り、ストライカーも一応2体はいるので、キングとぶつかる分には対応ができるんですけど、まあ、フリーズ使ったタイミングでここは裏からバルーンを当てて、削りを入れます。まあ、時間の方も少なくなってきたところ、なんとラストアタック失敗ということで、敗北ですね。はい、というわけでね、ラストアタックね、お互いに動いた形で14対14の破壊率での敗北になりました。まあ、珍しい展開ですね。まあ、結構ね、対戦相手は今時流行りのドラゴンラッシュにクローン入れた形に、まあ、ライドラも結構強いということでね、ルートライダーが弱体化してから強くなった戦術、まあ、相対的にって意味ですけど、に移行してたっていうところで、まあ、こっちも、まあ、多分ルートライダーバンされてそうな感じはあるんですけど、まあ、バンされてなくてもね、よく使われるような戦術。ファイヤーボールね、2人組強かったですね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェアしてもらってください。